ハイボー、森ひかりです。今日は私の生活を彩ってくれるお気に入りたちを紹介します。Check it out! ここはですね、Frozen Fountain という予約制のギャラリーなんですけど、私はここを家のような美術館って呼んでるんですけど、アートのインテリア、暮らしに使えるアートを所有するっていう手が届かないようなものもたくさんあるんですけど、所有するとか買うことを超えて、もうなんかこう暮らしがアートなんだっていう気づきが得られて、考え方が自分にとってはすごく新鮮でした。このソファーが本当に私も大好きなんですけど、捨てちゃうような生地を使ってソファーを作ってるんですけれども、テーブルなんですけど、私もこれちょっと狙ってて、プラスチックをまたリサイクルして、だからこういう風な風合いが出るんですけど、結構なんか色もすごく綺麗で、私もこうやって本をたくさん並べて家に置きたいなって。本当それこそVogueでルームツアーをした時に自分ではなんかこう楽しくってナチュラルにやってたことが意外と反響があったりして、いろいろ声が届いてすごく嬉しかったんですよね。なんかもっともっと自分もインテリアについて勉強したいし、いろんな人を知りたいし、話も聞きたいしっていう、そういうなんか欲望が出てきて、どんどんパーソナルにつながってくると思うので、インテリアってそういうパワーがあると思います。私の中で大切にしているインスピレーションの源なんですけど、やっぱりこういった雑誌とか写真集、旅する時にその国の本屋さん行ったりとか、このワビーインスピレーションっていうどこの国もやっぱりこの時間の経過したならではのこのサビ感があって、そのわびさびの表現の仕方がすごい上手だなって思って、同じことをやっても真似になっちゃうので、こういうテクスチャー、この色、壁の色いいなっていうのをなんか自分なりの表現にまたアウトプットできるんじゃないかなと思っていて、いろいろ見た上で自分の好きが見つかるで、そのなんで好きなのかっていうのを自分の言葉で説明できる。写真集がこうやって好きなのも、やっぱりなかなか会えない人もほとんどだし、違う時代を生きてきた人たちもたくさんいるから、その人がどういうことを考えてたんだろうとか、なんでこういう表現をしていたんだろうっていうのを直接話は聞けなくても、こういった残してくれたものから感じ取ったりとか、それが私にとってやっぱり何よりもなんか心がときめく。私はすごく雑誌世代だし、やっぱりこういう紙のマテリアルなもの大好きなんですけど、同時にアプリとかだとピンタレストのヘビーユーザーで、なんか私にとってのディクショナリーヘアスタイルとかいろいろ切り分けてるんですけど、このホームがもう圧倒的に今一番ピン刺してて639この木もエイジングした木をじゃあどうやったらよく見せられるかなとか、なんかこう写真一枚ですごくできることの幅が広がるし、自分が思いもつかなかったことが気づくきっかけになるので、本当に勉強になるんですよね。で、こういう一つ一つに意味があるんだなとか、なんか好きをたくさん見つけるから、なんでこれが好きなのかとか、なんでこういう風にしたいのかっていうのを自問自答したり、ちょっと自分と対話したりするようにする、そういう時間も大切にしてます。
これは私の家から持ってきたお気に入りの暮らしの道具たちなんですけど、ヴィンテージショップで見つけたものもあれば、自分で作ったものもあれば、自分が暮らしで使ってるのが想像つくものは出会いだと思ってゲットしていくんですけど、その中でも例えばこれ骨董市が都内で開催されてて、そこに行った時に見つけたグラスなんですけど、なんかこの中の色がこうすごく淡い綺麗なブルー、もう吸い込まれそうなこういうのも絶対たくさん作れないじゃないですか、同じものを。私今買わなかったら後悔するんだろうなと思って、メンテナンスが結構大変なんですけど、そのメンテナンスが大変だから、簡単なものじゃないから愛くるしさが湧くっていうのもあって、暮らしの道具って。これは私がテフテフというプロジェクトでデザインした漆の水筒なんですけど、もう漆にはまりすぎちゃって、この漆茶って言って、漆お茶にもなるんですよね。漆って実も使えるし、樹液も使えるし、ウッドチップも使えるし、葉っぱも使えるし、私究極のスプーンフェチで、これはなんか本当にこう深くて、これ食べるのが大好き。こういっぱい乗せて、こう口いっぱいにこれは、真鍮で作ってるやつね。アイスクリームとかこれで食べるとすっごいひんやりして美味しいのでおすすめです。陶芸クラスがあって、そこで何作るって言って、スプーン作るって言って作ったのがこちらです。こだわったのがこの柄の長さ。めちゃ見たことない柄の長さのスプーン欲しいなと思って、これは中学生の時に私が作った茶杓なんですけど、茶道部だったので茶杓を作る機会があって、これ中学生の時に作って未だに使ってるんですけど、お抹茶飲みたい時はこれで抹茶をすくって、和ろうそく、植物性のものでできてて、民芸って暮らしで生まれたアートなので、なんかこう愛くるしいをどんどんちょっとずつ集めていくことで、自分の生活が豊かになってくるんではないかなと思います。よいしょよいしょこれは私の家から持ってきたお気に入りアイテムなんですけど、京都の吉岡さんという染め物の草木染めをしている職人さんがおりまして、麻を染めてるんですよね。草木染めにうまく染まってる部分もあるんだけど、こうちょっとグラデーションになってるっていうか、色合いもどんどんこう薄くなってきたりとか、全部自然なもので、伝統的なものってやっぱり自然と調和して生まれた文化が多いなと思うので、伝統のルーツに立ち返ってみると、今の時代に生かせられるサステイナブルというか循環しているカルチャーがいっぱいあるので、これはイギリスのマンチェスターの大きい倉庫の中でビビッときて、これは絶対持ち帰るって言って買ったやつなんですけど、やっぱり草木染めもそうだけど、一緒にこう暮らしながらこう木の風合いも変わってきたりとか、ちょっとドライになってきたらオイルをちょっとつけてみたりとか、生きてる感じがすごい好きです。やっぱり自然のものを人が生かして作る、人の手で作るっていう掛け合わせほど自分の日々暮らしに使ってて手に馴染むものはないなって思います。なんかインテリアって言ってもいろんな種類のやっぱりインテリアってあるけれども、自分を心地よくさせてもらえるもので、なんかやっぱり自然の力だし、本当に都会っ子だったから自分の中では多分ないものねだりだと思うんですけど、都会の中で生まれて育ってきたからこそ自然に対する憧れはすごくあるなと思います。だから大人になってそういう時間が作れる時は自然の中に行くけど、行けない時でも自分のその空間の中で自然を感じるっていうのは自分にとっては必要な
エッセンスだなって思います。本当にまず最初にやっぱり自分の生活する空間があることってすごく改めてありがたいことだなっていうのはありますね。自分の、もちろんリセットできる場でもありながら自分と対話するインテリアを通してやっぱり暮らし空間の私が歩んできた暮らしをこう遡ってみると初めて一人暮らししてから随分時間が経って自分の年齢とともに変わる部分もあるし変わらないところもあるし今までいろんなテイストをチャレンジしたなっていう。一人暮らししてから何年経ってんだろう13年かでその中で12回ぐらい引っ越してるんですよね。1年に1回のペースで引っ越してるってことになるのででもなんかそれが自分にとっては全然ストレスではなくてむしろ自分が愛着湧いてるものともう一回向き合ったりとか違う空間では見え方が変わってそれを楽しむとか自分は今何を大切にしたいかっていう本当に自分自身と対話するきっかけになるんですよね引っ越しって。でも本当にこれが流行ってるからこれが好きっていう時期もありました。きっとなんかその生きてる時代背景って何らかしら自分に影響はしてくるからでもなるべく自分の好きっていうものをやっぱり自分で知っておくなんかそういうことで自分がすごくときめくのでときめきをシェアして自分のみんなそれぞれのときめきを見つけるきっかけにいつかつながればいいなと思ってます。暮らしを整えることができるようになると暮らす上で必要な時間食べるとか寝るとかそういったなんか自分の時間をめでるようになりめでるようになるとなんかいつもの時間にも彩りが暮らしの彩りがプラスオンされるようなそういったなんかポジティブエフェクトにつながるなっていうのは最近つくづく感じております。Thank you for watching. These are my 5 favorites. Thank you for watching. These are my 5 favorites. 10になっちゃった。